What's up? もう、皆さん、来ました。日本ダンス界の先駆者である大輔さんです。皆さん、記事見ました？先駆者です。まだ見てない人は、レッドブルのジャパンの記事か。b ボーイ、b ガールだけじゃないんで、俺らのチャンネル、他の競技とかやってる人が結構増えてきて3分の1ぐらいなのかな、わかんないけど。なので、一応、ホームページ飛ぶ前に説明をしておくと、ブレイクダンス界で、なんだろうな、初めて多分スポンサーっていうものをつけた b ボーイじゃないかなっていう俺の認識ではいます。今ちょうど肩にレッドブルのマークがあるんですけど、レッドブルとかプーマとか、いろいろ、大輔がいなかったら、こんな企業も注目しなかっただろうなって思う、本当に実力と、そういう社会活動、込み込みで先駆者だと思います。その記事がレッドブルジャパンで見れるので、リンク貼っとくんで、見てください。あと、大輔 TV っていう YouTube のチャンネルも彼は持ってて、それもリンク貼っとくんで、後で後日コラボしてると思います。概要欄に貼っときます。プラス、あと、前、YouTube のチャンネルでも言ったんですけど、ケニーさんの星名接骨院がキャンプファイヤーを始めました。なので、概要欄貼っておきますので、皆様も、僕らをサポートすると思う気持ちで、クラウドファンディングで T シャツとかタオルとかも売ってるので、そういうのを買っていただけるだけでも支援になりますんで、ぜひサポートしていただけたらなと思います。はい。で、その、ちょっとした動画は今から流れますんで、3分ぐらいお付き合いください。どうぞ。皆さんこんにちは、グッドウッドナミです。私自身いつも大会の前とか怪我することが多くて、ケニーさんのゴッドハンドには助けられてます。皆さん、星名接骨院クラウドファンディングやってるので協力よろしくお願いします。星名接骨院さんがクラウドファンディング始めました。皆さんぜひぜひ、応援の方よろしくお願いします。僕自身ももう10年近くすごいお世話になっていて、大会だったり大事なタイミングの直前に怪我をしても本当に完璧に治してもらって、いつもいいパフォーマンスをさせてもらってます。皆さんもぜひダンスだったりスポーツやってる際はぜひ足を運んで体を見てもらえるといいと思いますんで、ぜひぜひ応援の方よろしくお願いします。はい、皆さんこんにちは。いつも怪我してる時とか、怪我する前にも来て体のケアしてもらってるケニーさんの星名接骨院がクラウドファンディングを始めます。皆さん応援よろしくお願いします。皆さんこんにちは。いつも大きな怪我をした時は治してもらったり、大会の直前の日は調節してもらっている星名接骨院さんがクラウドファンディングを始めました。皆さんご協力のほどよろしくお願いします。いつも星名接骨院ありがとうございます。おかげさまでいいパフォーマンスできてます。今回はキャンプファイヤーでクラウドファンディングを始めました。ぜひ皆さん応援のほどよろしくお願いします。皆さんこんにちは。今回自分たちが練習だったり本番だったりで体の、ケアをサポートしてくれている、ケニーさん率いる、星名整骨院さんがキャンプファイヤーを使ってクラウドファンディングを始めます。はい、なので皆さんぜひぜひ協力のほどよろしくお願いします。こんにちは。私も普段から体のケアをしてもらってて、バトルとかの準備を助けてもらってるケニーさんの星名接骨院さんが、クラウドファンディングを始めました。ご協力の方よろしくお願いします。皆さんもぜひケニーさんに体を助けてもらってみてください。皆さんこんにちは。星名接骨院さんいつもお世話になってます。末永く続いてほしいと思ってますので、皆さんお力貸してください。この度体のケアでいつもお世話になっている星名接骨院クラウドファンディングを始めました。ご協力よろしくお願いします。ケニーさん最高です。ありがとうございます。こんにちは。星名整骨院がクラウドファンディングを始めました。みんなで救おう。星名接骨院にはいつも大会前にケアしていただいて、いつものパフォーマンスをより向上させていただいてます。今回キャンプファイヤーでクラウドファンディングを募る形になりましたので、皆様どうかご協力よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。この度、星名接骨院さんがクラウドファンディングを始めたので、皆さん応援のほどよろしくお願いいたします。こんにちは。もう10年以上お世話になっているケニーさん、星名接骨院が、クラウドファンディングやるということで、本当にいろんな人のケアをして、いろんなアスリート、レッドブルのアスリート含めて、いろんな人が多分お世話になったと思うので、皆さんもぜひご協力よろしくお願いします。こんにちは。いつもお世話になっている星名接骨院がクラウドファンディング始めます。ぜひ皆さんも応援、サポートよろしくお願いします。ピース。こんにちは。
星名接骨院長ケニーです。昨年9月に2階から水漏れで約2ヶ月半ぐらい仕事ができませんでした。そして去年の年末から仕事を再開して、さらに2階でスポーツジムまではいかないんですけど、そういう形でトレーニングを指導したり、それから高齢者の方に向けて少し転倒予防体操だとかそういうことをやっていきたいと考えてます。その中でいろんな設備が必要になっているので、今回クラウドファンディングという形で皆様にご協力していただきたいと思って始めました。ぜひご協力よろしくお願いします。そして皆さんがさらに健康になれるよう、そしてスポーツをしている皆さん、アスリートの皆さんのためにこれからも頑張っていきたいと思いますので、どうかご協力よろしくお願いします。じゃあ b ボーイ大輔に3つ質問していきたいと思います。1個目、これ見てる人から要望があったんですけど、小さい時どういう練習をしてたか、なんか1週間で、毎日練習してたのか、週3ぐらいなのか、で1日何時間練習してたのか、で最初まだ下手くそだった時は何を練習してたのかっていうちょっと具体的なところまで教えていただけたらいいなと思います。例えばなんか逆立ちめっちゃしてましたっていうのとかを教えていただきたいなと思います。はい。はい。レッドブルの記事にも書いたんですけど、ダンス始めて小学校1年生ぐらいでバク転を覚えて、ダンス始めたことをきっかけに親父がバク転やった方がいいんじゃねえかみたいなって覚えて、それから、ブレイキンと出会って、当時はほぼほぼブレイキン始めてからほぼほぼ毎日だいたい7時から9時ぐらいまではこの場所でやるみたいなのがずっと決まってる感じで。それ朝じゃないよね、夜だよね。朝じゃないです、夜の、19時からで、学校終わってご飯食べて、でそこからですね、練習行ってで帰ってきて、でまたちょっと休憩してまた練習してる時もあったし、家でだいたい寝るのは遅かったですね。11時とか余裕で12時、下手したら2時3時まで練習してたことあったので、練習量に関しては今よりも断然、練習はしてたと思います。練習内容は基本的に比較的運動神経いいタイプなので、小さい頃からブレーキ始めたてぐらいで一番初めに覚えた技って俺はスワイプとドリルなんですよね。チェアとかは最初に覚えたでしょ。チェアも、やってたけど、なぜか3点倒立ができてたのかな。結構早かったんですよね。遊びでやってたのかで。だからそれからそれで回るっていうのが一番早くて。なんで一番初め自分がやったムーブって多分スワイプとドリルかなって。チェアとかもそういう基本的なのはいわゆるクールクールのマー君と一緒にやってたので、レッスン的な感じで、ベーシックっていうのはフットワークとかチェアとか、いわゆるそういうフットワークもできて当たり前はされてたというか思ってたっていうのと、トップロックも踊れて当たり前だったので、あと九州のシーンはちょっと違うので、立ちジャンル戻れる b ボーイっていうのが、意外と多いので、ブレイキンやりながら別のジャンルも全然やってたし、そういうのが今になって帰ってきてるっていうのはあるかな。なんで特にこれを練習してたのかっていうのはあんまなくて、とりあえず技を少しずつ覚えていくっていう、ただ自分の得意な部分から、みんな必ずウィンドミルから入るかもしれないけど、スワイプとドリルから俺は入ったし、突出して一個の動きをバーって練習してたっていうよりかは、例えばスワイプを覚えたら、スワイプできそうじゃん、スワイプ覚えた、そしたら次違うの覚えたい、これならできそうかなってチャレンジして練習していくみたいな。そうだね。一方ね、いとこ、としきと一緒にやってたから、としきはウィンドミルが早かったのかな、覚えるのが。っていう風に2人結構バラバラっていうのと、あとそうなった理由もあって、結局俺らがブレイキン始めて本当ショットしてからイベントの話が先に来たの。マー君にジャモンザビートっていうイベントをやる長崎であるから、一応その地域の長崎市とか
長崎県の中でも佐世保組だったり長崎組、まあ他佐賀とか福岡とか、なんかそういういろんなところの地域に分かれた人たちで一緒にやるショーで、ブレイキンだけではないし、こうミックスしてるショーの中で、まだ始めてちょっとしか経ってないのに一緒に出ないかって言われて、で俺もとしきもそれに出るっていう風に決めて、それに向けてだから練習をしてたから、だから自分のソロのパートが1-8でも2-8でもあったから、覚えないといけない、何かしら技をっていうので早かったのがそれだったっていう。だ結構なんつうの、みんなはブレイキン始めて練習して覚えて時間が経ってからバトル出たりっていう感じだったけど、そうではなくて結構いきなりショーケースに出る話が来たりとか出たいとか、ダンス始めた頃も多分始めて1ヶ月しないぐらいで佐世保のなんか公演があって、講演会みたいなところで踊るっていうのがで、姉ちゃんが出るって言ってて、姉ちゃん出るから俺も出たいみたいな。でもそれって全く俺ブレイキンやってないし、全然ヒップホップだったし、始めて本当に超間もないけど、そこに出たいからそれに向けてやるっていうのが優先だったっていうのはあるかな。いや、実力に伴ってない状態で見せる日があって、そこまでにどうにかしないといけないで駆け足で練習してた感じだ。そうだね。うまくなるね、それは。今日はゆっくり練習しようとかじゃないもんね。やばいやばい。そうだね。近づいてきちゃうじゃんみたいな。なるほど。それが基本的な多分俺らの練習の仕方というか、先にもう決まってる状態でそこに向けて練習をしないといけない、っていう感じだったかな。常に目標はあったっていうかな。この質問をしてくる人にアドバイスするとすれば、あれだよね、まず実力云々じゃなくて、出るバトルの日にちを結構キンキンに決めてしまって、そのために練習しないみたいな感じが一番合ってるのかな、今の時代的には。まあそうだね、バトルでも別になんかその地元のイベントやお祭りだったり、ショーケースする機会。そうでもいいよね。まあそうだよね。恥かきたくないし。やっぱり人に見られるってどんなもんなんだろうっていうのをやっぱ先に覚えると多分焦りも出てくるだろうし、やらないといけないっていう恥ずかしい思いをするのは自分だから。そう考えるとバトルよりショーケースの方が恥ずかしいかもね。じゃあこの質問した方、3人ぐらいなんですけど、ぜひショーケースもうここ出ようってみんなで決めてソロのパートを4-8ぐらい作ってみてください。はい。じゃあ次、第2問に行きます。俺、全然内容詳しくないけど、D リーグっていうのが始まって、プロのダンスリーグっていうやつですね。噂っていうか、多分見てる人の方が詳しいのかもしれないし、ダンス知らない人は、一応プロのダンスリーグっていう D リーグっていうのができたんです。それについてあんまり詳しくないし、僕的には最初はバトルとかするのかなと思ってたんですけど、なんかプロのリーグって言ったらこう大会とかするのかなと思ってたんで、競技性があるのかなと思ったけど、結構見せ物のショーケースっていう見せる方のやつで順位をつけてるみたいなんで、それについてどう思うのかを大輔さんに素直な気持ちを聞いてみたいなと思います。そしてあとなぜ大輔がこれ選ばれなかったのか俺は気になってますね。はい、そこら辺も踏まえて率直な意見をお願いします。D リーグに関しても別に俺はそんなすげえ詳しいっていうわけではないのであれなんですけど、見てまずそのやってること、その大会というか、今ノリも言ってたけど、そういう戦ったりとかなんかそういうのがあるのかっていうと、意外とそのコレオグラフっていう中での戦いであって、で音源はオリジナル音源じゃないといけないとか、だからなんかいろいろみんな多分どう作ったりもしないといけないし大変だとは思うんですけど、なんかこうなんつうのかな、その使った曲が多分売れたらいいなっていうコンセプトも多分中にはあると思うんですね。なるほどね。あのチームが使った曲が売れるみたいな、一つのアーティストっぽくなるみたいな、それはそれでいいんですけど、もともと多分本来踊りたい曲と踊りたくないけどそうしないといけないっていう人は多分いると思うので、もっとそこ柔軟に動ければよかったのになって思ってる部分と、それをこうできてるのは結局そのアメリカンベストダンスクルーとか、あとはジェニファー・ロペスがやってる、俺もスーパークルーでね助っ人として出たけど、ワールド・オブ・ダンスとかっていわゆるそれが3分とかではなくて1分とか1分半ぐらいの
ショーケースを作ってテレビ番組として戦っていく。だからそれが第1シーズンはだいたい3から5ラウンドぐらいあって、でそれで優勝を決めていくっていう、完全に似てるし、結局それをなんつうのかな、日本でつって憧れて、まずダンスアットヒーローっていうのがダンスアイライブの中で始まって、でもあんまりこう盛り上がったのか盛り上がってないのかって言われると結構みんなっていうところで、ただそのコンセプトのまま始まったのが D リーグみたいな。結局なんか裏で LDH がね動いて、お金がたくさん持ってる人とかコネクションがある、企業っていうのを集めて、でパンタロさんがダンスアットヒーローあんまうまくいってなかったと思うんですけど、それをそのままの状態でプロのダンスリーグとしてやりましょうっていう提案が通ったんじゃないですか。なるほどね。それで始まったっていう。だからその日本、世界初プロのダンスリーグって言ったところで内容が似ちゃってるから、海外のやつと、だからその日本独自のではないのかなって若干思ってるっていう。海外のやつってあれはプロのリーグとかじゃないかな。あれが個人でチームでチャレンジしてきてって感じだ。でも結局出口が見えないのは正直あって、じゃあ例えばスーパークルーとかジャバオーキーズとか仲いいけど、ジャバオーキーズってブルーノマーズのツアーずっと回ってったりとかコレグラフ作ってるし、でスーパークルージャバオーキーズっていうと仲いいから、言ったら同じラスベガスのチームでやっぱりこうホテルと契約をしてショーケースをしてる。でもそれって ABDC で優勝したことによって、その辺のフットロッカーだったりとかいろんなところにスーパークルーの T シャツが売ってたりとか、ジャバオーキーズの T シャツが売ってるっていうふうに全米でやっぱり知られたっていうのもあるし、そこに関してそれで多分エンターテイナーとして完全に食っていけてるっていうか、みんな家買ってるし、みんな結婚したし、いうふうに成功として挙げられてる部分、言ったら目に見て分かる部分だよね。かといってじゃあワールド・オブ・ダンスってジェニファー・ロペスがやってるし、ジャッジもニーヨとかいたりとか、普通にやっぱり全世界でも有名なアーティストがダンスっていうところにシェアを置いてやってるイベントで、番組で優勝賞金1億円、ツインズが優勝したりとかいろいろしてるけど、やっぱりそこで優勝してから生活が変わってる人間ってすごい多いし、なんならね、エミー賞とかエンターテインメントのそういう賞とかっていうのを全米の中でやっぱりこうもらったりしてる部分があるって言った中で、じゃあ日本ってこのプロのダンスリーグで優勝して何があんのってなるほどね。賞金もらってその人の人生って変わんのって。しかも変な話、ABDC だったりワールド・オブ・ダンスってオーディションあるから、オーディションでこう選考から始まってそこで受かった人間しかあそこに立ってない。なるほど。でも D リーグって知らない間に監督たちが決まってて、その人たちが自分の好きな人たちを集めて、結局そのただの仲間内で頑張りましょうって言ってるようなのにこう過ぎなくて、みんなに今じゃあダンスやってる子たち、それに入りたいな、いいなと思ってる子たちにいわゆるフラットな状態で誰でもチャレンジできる、あのチームに入りたい、じゃあオーディションあるかって言ったらないから、現状それをやってたのがルーのね、アイムーンだけで、ルーのところ半分半分でオーディションから入れたことをもともと自分が見てた子たちと半分半分、ただ人数って出れる人数が限られてるらしいから、さらにその毎回のラウンドごとに出れるメンバーを選ぶ多分オーディションもやってるみたいで、もうそれってやっぱり一般の人からして言ったらルーと関わったことなくても、じゃあ例えばルーのこと好きでオーディションを受けるっていうチャンスがあるけど、他のチームにはチャンスが全くないから、そうするとなんかこうどうなんだろうなって思って、プロとしてのオープン性というかフェアな感じっていうのはこう全くない。じゃあ b ボーイとかでね、 D リーグがもう大会とかじゃなくて D リーグに出るのが一番の目標になった人がどうやって出るのかって言われたらね、質問されたら結構難しい。そうだから変な話、そのチームの監督の近くにとりあえず行ってごまするしかないんだよね、今のところね。今のところ、でもそれってフェアなのっていうと多分違うんだよね。
それがちゃんとオーディションして受かった子たちを選抜してあげて、それって変な話ドラフトみたいな感じじゃん、ね、プロ野球選手になるために高校生とかねちっちゃい頃が頑張ってきて、それを評価されて選ばれる、ドラフトにやっと乗っかってきて、そこからどこに行くかっていうのを選ばれる。でもそれって多分そこまでみんな努力してるのに、その自分の近くにいたからじゃあおいでよって済むのはプロなのかなってすごい考えることはやっぱりある。あとはね、ジャッジのシステムとかが結構疑問で、プロリーグなのになんでオーディエンス票あるのって。なるほどね。それはね、ちょっと思ってた。エンタメなのかなっていう。だからプロのリーグとしてだったらやっぱり技術面とかそういう構成だったりとかそういうもので戦うべきで、多分オーディエンス票っていうのはあってもいいと思うけど、それはそれで別でやればいいと思うんだよね。要はオーディエンス良かった別枠のね、別枠のそうっていう。結局はファンを持ってるとか、ナリエちゃんとかさファンを持ってるし、そういう人間強い、結局オーディエンスの部分に関して。だからいくらいい作品を作ったとしてもオーディエンスの票では負けるかも、それで順位が1位に変わったりとか3位とか変わったりとかするのかなっていうのを感じてると、見てるとなんかこうってここはプロなんかな、その巻き込み型にして自分も参加できてるっていう感じでいいと思う人当然いるけど、プロとしての線引きをすると多分そうではないのかな。だって BC1 でオーディエンスのジャッジがいるっていうのと一緒だからね。そしたら俺出ないかもしれない。だからオリンピックでオーディエンスのジャッジがある。ないね、多分。っていうのを考えると、やっぱりプロリーグって言ってるけど、やっぱまだプロではないのかなっていう認識です。今後いろいろ改善する。1年目だもんね、言うて。そうだね。そこは改善されていくんではないかなっていう予想でいいかなと思います。大輔は逆に声かかんなかったの？声はかかってないですね。なんか、勝也にはちらっと声がかかったらしいんですけど、やっぱ LDH が後ろにいて、勘太郎さんなんで、自分が扱いやすい人間じゃないと使いたくないんですよ。わかります？手が扱いにくいという。まだ一匹狼たちがいないはずだから、あそこに。で別にカイト君に声がかかってもおかしくないわけだし。カイトさんいないよ。いない。しかも大阪の人たちって省かれてるから。確かにいないね。僕とかさ、大阪やっぱ強いじゃんさ。で若い子たちがね、呼ばれて大阪から出てった子たち、言ったら東京に来た子たちっていうのいるけど、結局 D リーグ自体地方展開っていうのはあんま考えてないから、D リーグ出たいんだったら東京来いみたいなスタイルはちょっといいって。そうだよね。俺は野球やってたからね。野球からするとやっぱ大阪に阪神タイガースがあってとかっていう、やっぱその地域ぐるみで盛り上がっていくのがやっぱプロの産業なのかなって思うけどね。そうだからやっぱりそういう部分見てるとね、まだなのかなってすごいなんか一匹を本当に、だからそういう扱いにくい人とかっていうのはやっぱりあそこに入れない方がやっぱ炎上するじゃん。聞いてみたいな。そうだから炎上させたくないんだよね。やっぱ無難なところを走りたいんですよ。じゃあ声かかんなかったんだ。大輔断ったのかなと思ってた、逆に。いや全然。なるほど。じゃあ2年目3年目以降の変動がどうなるか。変動がどうなるのかもあれだし、本当に続くのか続かないのか。俺的にはやっぱやり始めたなら続いてほしいし、続かせないと意味がないし、なんかここで続かせられなかったら、ダンスってもういいや、こんなになっちゃうんだって見限られちゃう気がするし、その他の企業さん、今ついてくれてる企業さんとかが。なんで、ちょっといい方向になることを期待してます。僕的な、個人的な。出るとしたら荒くれ者を俺は選ぶと思う。新しい企業とともに。巨人みたいな感じのチームにしますよ。ある意味ね。たまたま見てる企業の方、D リーグに参加、もううちの会社参加したいっていう方は、大輔を監督にして、すごいチーム作ってみてください。勝手に入れるのか知らないですけどね。今ならいっぱい勝手に入れちゃうんじゃないかな。企業の方、どうぞ、ぜひ、大輔のインスタグラムの URL 貼っとくんで、DM してください。
まあやりたいとかじゃないけど、もしやるんだったらの話だからね。まあ、相談ですよね。な感じです。じゃあ、3問。はい、これ前回から決まったんですけど、長年 b ボーイのやってる生態系に迫るっていう。まあ、俺はね、大輔とも釣り行ってるんでね、わかるんですけど、皆さん、マジでうまいです。大輔の言うこと聞いてりゃ魚釣れんじゃねえかなって本当に思うんで、それぐらい釣り上手なんですけど、皆さんが大輔のインスタを見てると、最近釣り、ストーリーも釣り、投稿も釣りか、まあ、車に関してはね、サポート受けてるからね、そういうのをあげたりするだろうけど、釣りですよ。大体釣り。釣りをいっぱい行って、釣りをそんなに上手くなって、大輔は何になりたいのかっていう疑問です。これね、こればっかりはね、わかりません。ダンスに関しては、大輔って多分こうやって考えてるよね。こうしていくよねっていうのはわかるけど、釣りに関しては全くわからないんで、教えていただきたい。大輔はそんなにいっぱい釣りをして何になりたいのか。好きだから釣りしてるんですよねとかはわかるよ。だからそんなに釣りをして何になりたいのかをお願いします。はい。何になりたいかって言ったら、あんまりこう、俺の中でもこうなりたいとは決まってないんだけど、証明したいんだよね。まあブレイキンも今までずっとね、小さい頃からやってきて、いろんな、まあ、成績も残して、で、変な話、釣りのね、投稿ばっかりですけど、練習はしてるんですよ。練習もしてるし、こっち、まあ長崎いますけど、アカデミーもやってるし、ダンスの部分で動いてはいるけど、よく練習動画上げてるやついるじゃん。そう、俺はあんま好きじゃなくて、まあ俺も乗っけないからね。結構すぐね、パクりたいやつが多いから、そうだからなんかこうみんなのインスピレーションのお手本をたくさんあげてるみたいな、こう自分を安売りしたくないんですよね。だから、まあ、ダンスのはやってるけどあげないっていう理由はそこで、ただ今まで自分がダンサーとしてやってきた部分っておそらくみんなって仕事になった人もいると思うし、趣味でやってる人もいると思うんだけど、何事もこう全力でやったらどうなるかっていうのを証明してあげたいなと思って、変な話、ダンスって同じダンサーからしたら、いやあいつらは小さい頃からああだったしって言ってるやつが多分多い、正直。昔は多かったけど、俺今は全然いやでもいるのかな、まあ、いるだろうなって、そこを証明したところで、いやもう昔からあの人たちは違うからとか、まあ、地元にいる頃もあったからさ、そういうのって。だから、まあ、あいつらは違うからみたいな、そういうスタンスが結局なんつうのかな、枠に入れないみたいなスタンスがあったから、それだったら俺、まあ、物心ついた頃には、ね、ずっと釣りをしてたし、なんか俺の中で中学生とかって意外とダンスに対してあんまりってなってる時期だったから、まあ、陸上したり休みの日って意外と練習誘われれば行ってたけど、いつやるよって連絡来てたら行ってたけど、それ以外はまあ親戚だったりとかが漁師っていうのもあるし、漁師の手伝いしに行ったりとか、その中で釣りをしてたりとか、多分俺の中で息抜きだったんだよね、ダンス以外の。いわゆるみんなはダンスを息抜きにしてる人もいるかもしれないけど、小さい頃から人前にずっと出てて、息抜きを探した時にそれが多分釣りだったっていう。じゃあその釣りっていうものを、じゃあ今度はまあ確かにリラックスしてできるものだし、釣りをしたことでダンサーじゃない人たちとすごいつながったっていうその部分もあるし、結局多分俺ってダンスっていうフィールドの中でしか正直生きてきてない部分もあるから、それを考えた時に、じゃあどうしようっていろいろ考えて、いや息抜き、まあ、釣りだな、じゃあ釣りとりあえず全力でやってみようかなって。じゃあ釣りを全力でやったら多分いろんな人とつながることもできるし、自分の今までの肩書きっていうものが釣りの業界でどれぐらいなんていうのかな、影響するのかな、自分の今までやってきたことを拡散力含めて証明する。言ったら他の人たちは自分たちでそういう趣味を持ってるかもしれないけど、遊び半分でやってる部分もあると思うけど、それを全力で今までのことを経験っていうのを踏まえてやってみたらどうなるかっていうのを多分試したことない人の方が多いなって。だから俺はそれを試してみんなに、いやほら趣味でもサポート受けてもらえるじゃん、趣味でもお金稼げるじゃん、おそらくそこって結局
ね、今後 AI とかいろいろなってくるっていう中で、やっぱ趣味の時代に絶対になってくると思うし、それってダンスがオリンピックになってるっていうのも一つのなんかまあいい結果というか、もともと多分趣味だったものがオリンピック競技になって、多分これって仕事になる人も当然いるし、でもそういう感じでそういうものをこう証明できたらいいな、ダンス以外の部分。釣りでどこまで証明したいの？いやプロのあれなんか釣りってさ、まあプロとしてなんかやれたらいいなと思うけどね。あいるよね、プロ何ってまあ大体ダンサーネームと違うから野中大輔ってなるんだろうけどね、きっと。まあでも大輔だけで行きたいよね、そこは。フルネームっていうねものが一般的だけど、そういうのをこう崩したりとか、なんかこう変革したいというか、釣り業界ってやっぱ昔から古い感じで、そうだよね、見てるとある、そういうのがあるから、そういうのではなくて新しい風をこう吹き込めたらまた釣り業界も盛り上がらないのかなとか、逆にダンサーってダンス以外の部分載せなかったりとか隠してるやつ多いから、意外と。でも気がついたら釣り好きなやつ多かったとか、そうだからもともとダンスやってたけど今は仕事でできてなくて自分も釣り好きなんですとか、なんかそういうつながり方ってあるし、そのなんか結局俺もいろんな今メーカーいたら、テスターしてたり、フィールドスタッフとか、リバレーとか、いろいろいろんなメーカー、アピアのグランデージっていう釣り竿のウェブ CM にも出てるし、それって結局自分のそのダンスっていうものを生かしてそういう広告として使ってくれたりとか、いろんな釣りのメーカーがサポートを今してくれてて、それで普通の人よりはお金もかからず釣りができてるっていうか、いわゆるスポンサー的な感じですけど、釣りができてるっていう状況になって、じゃあこれからどうするのかってなった時に、じゃあそうだよね、今後の目標的にはじゃあプロ大輔両方ですね。だからダンスも、ダンスってもっと忙しくなってきそうな気がするなとか思いながら、ただそんな中で趣味としても忙しくいたいなっていうのがダンスっていうのは今までと変わらず立ちとして、プラス釣り業界でもプロっていう立場までチャレンジしてみて、で趣味を本気で頑張ると趣味でもプロになれちゃうんだよっていうのを証明するっていう釣りをやってるわけですね。そこまでは知らなかった。この話を聞くとね、もうなってほしいわ、プロにはね。俺のね、釣りのね、イメージはプロになると、誰々モデルとかって、よくそういうイメージがあって、その服ですら、なんかベストみたいなのとかもさ、誰々プロモデルとか。いろいろあるよね。だから大輔プロモデル、ベストが、期待してます。頑張ります、そこまで。とりあえず。なんで、なんかそこかな。プロでも結局それで成功して生計立ててる人たちがいて、それってやっぱダンサーも分かってる部分でも、プロの釣り人アングラーって分かってない部分もあるし、でも結局それってみんなに提示してあげないといけないし、証明してあげないといけないから、なんかそういう役割なのかなっていうか、自分がそうしたい、それを選んだから、だからそこに向けてもそっちに関しても全力でやるし、だから練習行ってそのまま練習から家帰ってゆっくりレッスン行って、レッスン終わってそのまま釣り行って朝方帰ってきてみたいな、結構時間が足りない感じです。よく釣り行ってるもんね。そうだ。でも釣り好きな人めっちゃいるから、ね、意外にね羨ましいと思ってる人は多分たくさんいる気がするけどね。ダンス人口より釣り人人口の方が多いんで間違いないわ、それは。でも釣り人人口にダンサーのあいつってあれしたいんですよね。言わせたいっていう、そのダンサーがなんかバグってるみたいなあいつイカれてるわみたいな、あいつやばいやついるよみたいな。なるほど、期待してます。じゃあちょうどオリンピックも出たからさ、オリンピックって出るの大好き？オリンピックは俺は出ないですよね、多分選手としては。なるほどね。携わってはいくけど、選手としては考えてないんだ。考えてないですね。そこになんかあんまりこうメリットというか
今までやってきたことの集大成として挑むっていうんだったらいいんだけど、あんまりこう集大成にならない気がしてて、こうまあジャッジシステムだから下手したら勝ちやすいのかもしれないけど、今のところあんま考えてない。ただ今の若手次第かな。個人的には出てほしいなっていうのがあるよ、俺は。結構言われるんだけどね。なんか、いや、俺の個人的なね、意見的には、例えば、他の日本の業界の b ボーイが誰がチャレンジしてみんなが憧れるかってなったら、俺はやっぱり大輔がチャレンジして勝っても負けても喜んだり悔しがってる姿がオリンピックっていう日本の中の b ボーイ b ガールの中で価値を上げるかなと思って、大輔さん本気でもう一回チャレンジしたみたいな、かっこいいみたいな、オリンピックがいいみたいな、なんかそれができんのが大輔かなと思って、それをするとちょっとオリンピックの価値が上がるのかなって憧れる人がいるから、だから多分ね PC1 とかも価値も上がったと思うし、だから俺はどっちかというとそっちかなって思ってる。オリンピック出るんだったら多分 PC1 狙う方がいいかなって、こうなんつうのかな、こう二足のわらじ的な感じ。それもさっき言った釣りとダンサーっていうとちょっと変わらなくて、オリンピックの多分携わり方って選手だけではないと思うのね、今の立場的に言うと。審査委員長やった部分もあるし、それがねコーチ監督とかなっていくのかどうなるのかは知らないですけど、でもそっちはそっちとして証明ができればいいし、でも BC1 って多分それを自分が今までずっとしてきた場所だから、大輔ってこうだよねってしてきた場所に関してはやっぱりそこを離れたものの別に気にしてないわけではないし、どんなタイミングで俺は戻ろうかって未だに考えてる部分もあるし、多分BC1 って多分俺の中でそういう立ち位置なんだね。オリンピックと同じような感覚で多分自分をここまで上げてくれた場所であるし、なんかそれでオリンピックを目指すではなくて、多分それだったら俺は BC1 を目指してそっちでそういう姿を見せれればいいと思うし、逆に一般的な方では若手を頑張ってこう育ててるというか、なんかこうサポートしてるっていう部分で見られた方がいいと思うし、多分それって分からないんだよね、ダンサーって特に。だコレオグラフでやってる人たちは分かるかもしれないけどね。だからりえちゃんとか自分も自分もこう発信しながら、その若手周りがちゃんと育てたんだなとかさ、ルーとかもそうだし、そういう後輩がちゃんと育ちましたっていう証明がこうできてる人たちはできてる。でもこれって多分ブレイキンに関して特に難しいし、やっぱり例えばノリもいろんな人を育ててきて、その子たちが有名になったところで一般の人たちは知らないわけよ、それを。でもそれを一個証明する場所ができるんであれば、なんかそれはやってみてもいいんじゃないかなって思った。それは全体に通して。だから選んでいいと思うんだよ、正直。オリンピックは全てではないし、確かに、でもオリンピックで勝てる選手を作ることができるのは、今、最前線で戦ってきた人たちだから、それをどうするかだよね。そこをずっと自分も BC1 に出ながら、そういう子たちはこっちで戦っていく、証明するってなると、やっぱり選手としても、自分が選手としても、指導者としても、この人はトータル的にやっぱすごい人なんだなっていうのが、なんか一番いい形じゃないかなって。欲張りなのかもしれないけど、でもそれが一番いいと思う。ブルにね、恩返しもそっちの方がいいかもしれないしね。だからやっぱそういうところを考えて、一応、動いてる感じ。だから、大輔も BC1 に戻ってくる可能性があるってなると、また敵になる可能性もあるってことか。大丈夫ですよ。そんな練習してないから。ノリみたい。俺はね、動いてないとダメなんで。でもね、俺もね、多分、大輔が言ったみたいにね、俺のオリンピックが多分 BC1 だと思うわ。そこが変わんないから、多分 BC1 に出るんだと思うし。あと取れてないからね、悔しいんですよね。それもあるよ。ね。やれることをやりますか。お互い。やれることしかやれないからね。そうなんでね。フローリアスっていうね、チームもね、あります。
ますし、まあだから若手をね、ノリが育ててる部分もあるし、まあどんだけフローレーズのメンバーが頑張ってくれるかっていうのもあるし、まあそうだから何か一個目標に、だからオリンピックで出る若い子たちもそれを通して自分がどうなりたいかっていうのを多分もっと考えた方がいいと思うし、でもなんか俺らっていうのは何回も多分 BC1 のステージに立って悔しい思いをして、でもそこで動いてくれた人たちがたくさんいて、じゃあ何をしたいかって、こう BC1 に出ることで何があって、こう先のことまでどんどん考えていけるけど、オリンピック出ることって多分オリンピックだけしか見えてないから、だからその先どうしたいの、オリンピックで金メダル取りました、じゃあどうするの、そうだねっていうのをやっぱ考えないと、だからそこまで考えてるから出ないって決めてるし、だから俺らのオリンピックって BC1 だし、っていう、だからそういう考え方、まあ考える力というか能力っていうのはやっぱ今後すごい大事になってくるだろうなって、企業のサポートを含めてね。だ今回東京オリンピックどうなるかわかんないですけど、結構いると思うんですよ。内定が決まってたけどダメになってスポンサーも外れたとかいろいろいると思うんですよ、選手。そうは なりたくない、正直。東京オリンピックがあるからとりあえずサポートしてあげるよ、ちょっとわかんないです、じゃあもう解除でみたいな、内定決まりませんでした、じゃあ契約解除で、これって多分一番つまらないよね。てかまあそういう話聞くもんね、結構ね。だからオリンピックだけを見てるとそうなっちゃうよって言いたいかな。そうだね。じゃあ今の大輔は、じゃあ怪我してダンスが踊れなくなっても、きっとプロの大輔になって釣りで飯が食えるかもしれないし、釣りができなくなっちゃって、もうダンスでね、どうにかなるかもしれないんで。まあ、釣りできなくなったら多分ダンスもできてない気がするけどね。体的に。まあダンスしててちょっと釣りに助かってる部分もたくさんあるからね、シチュエーション的に。ダンス頑張ってる人が、なんか先の道しるべになる可能性もあるんで、皆さん、大輔、今後の活動とどうなっていくかはチェックしておいた方がいいかもしれないです。で、釣り好きな人は大輔に相談一緒に行きましょう。で、ちゃんとシーバスを釣りたいんで、よろしくお願いします。頑張ります。釣らせてください。はい。まあ、今日はこんな感じですかね。これ結構いい話ができたと思いますよ、これは。じゃあ、次回は、大輔 TV の方で、何をやるかは分かんないですけど、話もあるし、まあなんか、そうだね、俺的にはね、シーバス釣らせてよって大輔にお願いしてたのもあるから、シーバス釣らせてみた結果はとかって気になります。やりたいんですよね。ってずっと言われてるんですよね、マミにね。出たらラッキー。じゃあ考えます。やっぱダンサーがね、いっぱい出た感じの釣りの企画だったら、結構みんな見ると思う。なると思うんだよ、釣り。しかもこの話を聞いてあげくの釣りだったらね、面白い気がする。限定2人ぐらいで、まあ俺とノリ、あと1人かな、2人かな、なんかどうしても行きたいっていう人がいたらね、コメントを来るかもしれない。確かに。どうしても行きたい。俺ダンスやってます。でもどうしても行きたいですよ。じゃあダンサー限定にしよう。ダンサー限定で、大輔 TV にも出て大丈夫です。で、一緒に釣りがしたいっていう人はコメント欄にぜひ書いてください。そしたら連絡します。限定2人ね。限定、まあ限度多分2人かなって思う。そうしましょう。大輔 TV の釣り企画に一緒に出たい人はコメント欄に書いてください。以上、じゃあ次回の大輔 TV に楽しみにしてください。と、あと、また言いますけど、星名接骨院のキャンプファイヤー、ご協力よろしくお願いします。お願いします。多分ね、マジで一番お世話になってるのは、下手したら俺らであって、俺はもう長いので、大変だったんですよね。大変だった。でも、本当にもともと b ボーイで、第一世代で、レジェンドであってやってる人って、やっぱダンサーの毛が、変な話、いや、90した時にこうなったんですよねとか、チェアやったらこうなったんですよって説明して、接骨院の人、ハテナなんですけど、ケニーさん全部分かってるので、別にクラウドファンディングでサポートして、それはもちろんサポートしてほしいし、なんですけど、直接足を運びたいっていう人は全然足運んでください。間違いない。怪我の悩み相談絶対いいと思います。こういう怪我が多いとか、こういうのがちょっと治んなくて困ってるとか、全然多分相談したらいいかなと思うので、そういう部分も含めてサポートお願いします。ありがとうございます。
それでは皆さん、お疲れ様でした。助けありがとう。こちらこそ。